こんにちは、野菜の日チャンネルです。今回は手作りのパイ生地で作る美味しいアップルパイの作り方をご紹介します。サクサクのパイ生地に大きめに切ったリンゴをたっぷり入れて焼きますので、リンゴの美味しさを贅沢に味わうことができます。生地作りも難しくありませんので、ぜひ挑戦してみてくださいね。用意する材料はこちらです。まず、パイ生地を作ります。冷やしたバターを5ミリ角に切ります。ラップに包んで冷凍庫で10分冷やします。ボウルに薄力粉をふるいながら入れます。薄力粉も冷蔵庫で冷やしておくと作業がしやすいのでおすすめです。ここに冷やしたバターを加えます。バターを入れて完全に見えなくなるまで薄力粉で覆います。カードでバターを細かく切っていきます。粉の中にあるバターを探しながらできるだけ細かく切ります。次に粉とバターを一緒に手に取って手のひらですりつぶすようにします。バターが手につかないようにたっぷりの薄力粉でバターを包むようにしてください。最初にバターと薄力粉を冷やしておくのはこのためです。手が温かい人はバターが溶けやすくなりますので、バターが溶け始めたら冷凍庫などで冷やしながら作業してください。とにかくバターを溶かさないように薄力粉の中にすり混ぜていくことがパイ生地をサクサクの食感に仕上げるポイントです。最終的にサラサラとした黄色のパウダー状になったら完成です。砂糖と塩を加えて全体に混ぜます。氷水を加えます。粉気がなくなるまでよく混ぜます。生地がまとばったらボウルから取り出して平たく伸ばします。二つ折りを2、3回繰り返します。
最後は1センチの厚さに伸ばして形を整えてラップで包みます。このまま冷凍庫に入れて15分冷やします。りんごは4つ割りにして芯を切り取り皮を剥きます。2センチ角に切ってフライパンに入れます。砂糖を加えて混ぜ合わせます。バターを加えて中火にかけます。バターが溶け始めてりんごの水分が出てきます。全体を混ぜ合わせたら蓋をして15分煮ます。途中で上下を返すように混ぜてください。だんだんとかさが減って水分がたっぷり出てきます。水分に浸っている部分が加熱されるので、りんごを崩さないように時々大きく混ぜてください。りんご全体が透き通ったらレモン汁を加えます。酸味の少ないりんごは少し多めに入れてください。焦がさないように大きく混ぜながら煮詰めて、水分がなくなったら完成です。シナモンを加えるときはここで加えてくださいね。りんごは完全に冷ましておきます。冷やしておいたパイ生地を取り出して半分に分けます。型にのせる方の生地は直径25センチの円に伸ばします。生地が冷えて硬くなっているので、最初は綿棒で細かく押していきます。四角の生地の対角線の方向に伸ばすと形が整いやすくなります。ある程度の大きさになったら、綿棒を転がしながら厚さ3ミリに伸ばします。型の大きさより1センチほど大きめに伸ばしてください。型に合わせてオーブンシートを敷いておきます。伸ばした生地を型に乗せて、そこに沿わせるように敷き詰めます。
型からはみ出した生地は切っておきます。パイ生地の上にリンゴを入れて引き詰めます。中心が盛り上がるように形を整えます。もう半分の生地は15センチ幅に伸ばします。綿棒を当てながら1センチ幅のリボン状に切ります。りんごの上に等間隔で5本並べます。さらに格子状になるように等間隔で並べます。型からはみ出した生地を切り落とします。型の周りの生地を内側に2センチほど折ります。残ったリボン状の生地を折りたたんだ生地に合わせてのせます。2枚重なっている部分をフォークで強く押します。特につなぎ目の部分はしっかり押してください。生地に卵液をまんべんなく塗ります。すぐに200度に予熱をしたオーブンで45分焼きます。これで焼き上がりです。こんな風に全体に茶色の焼き色がつくまで焼いてください。中のりんごがぐつぐつ沸騰しています。一気にりんごの甘い香りが広がって本当に美味しそうです。型に入れたまま冷ましておきます。アップルパイは長時間かけてしっかり焼き切ることでりんごの水分が飛んで冷めてもサクサクの食感が続きます。
りんごはどんなものでも美味しく作れますが、酸味があった方が美味しいと思います。レモン汁の量で調節してください。アップルパイを切るときは、ナイフを少し温めると切りやすいと思います。大きめに切ったりんごがゴロゴロ出てきました。ホイップクリームやバニラアイスクリームを添えればさらに美味しいですね。食べきれないときは冷凍も可能です。りんごの季節に美味しいアップルパイをぜひ作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは自宅で気軽に作れる美味しいパンや料理の作り方をご紹介しています。チャンネル登録して次回の動画もぜひご覧ください。